鉄鎮工房へ、ようこそおいでくださいました。今回は、ウコン缶と、100均ステンレスハンガーを使った、五徳一体型のアルコールストーブの、製作動画をお届けします。アルコールストーブって、携帯用のコンロのことで、登山やキャンプなどで、お湯を沸かしたり調理したりする器具で、燃料にはアルコールが使われます。約100年の歴史があるらしく、構造が簡単なため、がっちりした市販品のほか、アルミ缶で自作される方も多数おられます。日本で、ストーブ、と聞くと、暖房器具を思い浮かべますが、英語圏では、料理用の、レンジ、を意味します。これが、頑丈な市販品、トランギアの、アルコールストーブ。そしてこれらが、過去に自作した、アルコールストーブ。いろいろ試しましたが、自作の中では一番安定していたのがこれで、小さなクッカーは上に乗っけることができるので、五徳が不要なタイプです。ただ、クッカーが大きくなると、バランスを崩して、えらいことになります。そんで、なんかいい方法はないかと、思い、試しに、アルミ板線をくっつけて、五徳代わりにしてみたところ、思いのほか安定したので、本格的に作りたいと思います。使用する材料は、これ。ウコン缶と、100均ステンレスハンガー。あと、アルミ板の端材と、アルミネジを使用します。まずは、ヤスリを使ってペイントを剥がし、表面をピカピカにします。ペイントを剥がさないと、燃焼時に焦げついて、きっちゃなくなります。ちょっとずつ、番手を上げて、ピッカピカにします。最後に、これで仕上げます。さて、加工に入ります。まずは、本体のアルコールストーブから。構造は簡単で、缶を半分にぶった切って、ひっくり返して合体させるだけですが、正常にアルコールを燃焼させるには、細かい細工が必要です。ぶった切る前に、燃焼ガスの吹き出し穴を均等に開けておきます。ここでは、0.5 ミリの穴を1センチ間隔で開けます。穴の大きさがバラバラだと、炎の大きさがバラバラになります。燃焼効率的には、さほど違いはないと思いますが、自己満足の世界ですね。それでは、缶をぶった切ります。ノートを使って高さ調整。事前に、ノギスで毛書き線を入れておいたので、そこに合わせてカッターを入れます。2、3周筋を入れ、あとは、むにゃむにゃすると、簡単に、パカッ、と割れます。穴を開けた裏側は、バリがあるので除去しておきます。さあ、この2つを合体させますが、このままでは入りません。缶の内径と、ほぼ同じになるように、肩口の部分をハサミでカットします。切りすぎないように注意。飲み口の先端は、アルコールが流れるように、切りかきを入れておきます。合体。奥まで、ぎゅーっと、押し込みます。押し込んだら、ずれないように、縁をコンコンします。これでずれることはないので、1から2ミリ程度残して、余った縁を切り取ります。残った縁を、打ち出し加工のごとく、匠の技で、内側にコンコンして折り込みます。コンコンの回数が多いほど、仕上がりは綺麗になります。本体が完成しました。次に、五徳の作成に移ります。固定金具は、厚さ5ミリのアルミ板の端材を使います。捨てないでよかった。
ハンガーの太さは 2.9 ミリなので、これが入るように、端材に3ミリの穴を開けます。これ、自作アルミバイス。とっても重宝しています。概要欄に制作動画のリンクを貼り付けたので、ご興味があればご覧ください。穴を開けたサポート金具、大きさがバラバラなので、金の子で切断し、大まかに形を整えます。これ、M3 の長めのボルト。6個のサポート金具をまとめて研磨して、形を整えます。先に作ったアルコールストーブの側面のカーブに合わせ、研磨します。こんなもんですかね。残りの面も、研磨して形を整えます。ここ、一番大変だった工程。もっと楽な方法は、ないものか。やっと、削り終えました。ステンレス棒がぐらつかないように、ホールドするネジ穴を開けます。M3 のネジ穴を作るので、2.5 ミリの下穴を開けます。タップを使って、ネジ溝を作ります。これ、アルミ針金で作った、自作のネジ。どうやって作ったか、概要欄に、制作動画のリンクを貼り付けたので、ご興味があればご覧ください。ちょっとネジが長いので、ちょうど良い長さに切断します。アルミなので、加工が簡単ですよ。サポートの完成です。最後に、五徳の足を加工します。ステンレスハンガーの直線部分を使います。サポート金具に、ステンレス棒を挿入してから、自作ベンダーで曲げていきます。この、自作ベンダーについても、概要欄に制作動画のリンクを貼り付けたので、ご興味があればご覧ください。さあ、必要なパーツがすべて揃いました。アルコールストーブに、五徳をくっつけます。使うのは、耐熱温度が300度の、工作の定番、JB ウェルド強力タイプ。本当は、ネジを使って、がっちりと固定したかったのですが、サポート金具の加工が難しく、接着部分には、大きな荷重がかからないと判断し、接着剤で固定することにしました。固まったかな？
外観や、五徳の可動域は問題なさそうです。片付けるときは、五徳を内側に向けて、コンパクトにできます。いかがでしたか？屋外で使用する場合は、風防が必要ですが、台所でコーヒーを入れるくらいはたやすいですし、さらにピカピカに磨き上げれば、インテリアにもなるかな？最後までご視聴いただき、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、またのお越しをお待ちしております。